目切りなんですけども、毎年やらないとダメかっていうとそうでもないんですね。ろうそくみたいなのが今年の春出た芽ですね。はい、これが盆栽だと思ってくださいね。目切りの対象の芽だと、この下のこの葉っぱは去年の葉っぱなんです。この葉っぱが生えてるとこよりちょっと上、こんな感じ、こんな感じ。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、目切りの疑問14選ということで、選んだ割に14もあるっていうね、はい、なかなかもうちょっと選べるのかっていう数字ですけど、ちょっと今日は細かく言ってみようかなということで、14選、はい、考えてみました。目切りやっぱね難しい作業ですね。木の状態見ながらやるやらないとか、いつやるとかね、これね本とか見たらもうやれと、いいんですけど6月頃にやってみたいなだけ書いてたらね、じゃあ自分の木の状態を見ながらそれやっていいんかとかね、なかなか分からんので、やっぱりそういうとこをちょっとなるべく今日の説明でお伝えできたらなと思います。本題に入るまで少しだけお時間ください。今の無料のメールマガジン引き続きやっております。もう2000人か3000人かも登録していただいてて、もう70通ぐらいもう作ってるのか、もっと上かな、はい、概要欄からね探していただいて、メールアドレスを登録するだけでね、定期的に今まで YouTube でやってきたような内容をねいろいろ送ってくれるんで、よかったらそちらでも勉強してみてください。はい、じゃあ本題に戻ります。まず目切りですね。目切りがまずどの樹種にするかっていうところなんですが、王道なとこで黒松ですね。大体黒松系というか、黒松、赤松、錦松、あと黒松のなんたらいう種類とかそんなのは抜きにしても、大きく分けても黒松、赤松、錦松しかないかな、ないですね。あとはそれぞれの樹種のまた違ったやり方でっていうところで、まずはその3種類あたりの樹種に対しての目切りですね。はい、で目的なんですけども、そもそも何のためと。だから目切りをもししなかったら、元気な木でも芽も春の間にビュンビュン伸びて、その芽を切らずに置いてたら、その長い芽がそのままそこから葉っぱがね開くというか、葉っぱが伸びていくんですよ。ろうそくのような芽からねいっぱい葉っぱがねニョキニョキ伸びてきます。ほんで枝の長さも伸びる、芽の大きさも大きくなる、葉っぱも長く大きくなると。はい、で切らなかったらですよ。でそういう状態って盆栽においてはあんまりきれいな状態ではない場合が多いですね。はい、元気いっぱいの子だったらやっぱり目切りをしてやったら、その切られた下から2番目っていうのが出てきて、その2番目の葉っぱがちょうどよくなるという。はい、だからやらないとどうなるっていう、今もう言っちゃいましたけど、はい、でその目切りなんですけども、毎年やらないとダメかっていうとそうでもないんですね。もうこれ元気な時のみ目切りは、はい、元気でない時はもうしない方がいいですね。はい、じゃあ次後でね切り方は説明するとして、次タイミングですね。目切りのベストな時期はと言いますと、だいたい6月ぐらいです。ただ最近ね僕の住んでる香川県、日本の西日本の温暖な地域なんですけど、夏がねめちゃくちゃ暑いんですよね。昔だったら35度超える日ってあんまりなかったんですけど、最近はもう6月の後半ぐらいから8月9月ぐらいまでひょっとしたら35度以上の日がもう連発するんですよ。でそうなるとね35度以上ってね、木が若干体調不良みたいな感じになりましてね、芽の伸びがちょっと鈍くなる場合もあったりするんで、だからちょっと昔がね7月上旬までとかね、結構7月も言ってたんですよ。目切りしてもいい時期でね、商品盆栽なんか特に。
だけどあんまり暑すぎるんでね、目切りや後の方に行くと傷む場合があるんで、まあひょっと葉が伸びてもね、多少の話なんで、ちょっと前あたり、昔から言ってたの1週間2週間前でもいいんかなと。だからまあ一番オーソドックスな黒松の中品盆栽で元気もまあ平均的だったら、もう6月15から20日あたり、6月のもう真ん中あたり中旬あたりがいいのかなと思いますね。でそれでもし葉とか芽が長くなったら、またちょっと1週間ずつぐらい遅くしてみるとかね、まあゆっくり。遅すぎると傷むんでね、そこまでの冒険しなくていいと思うんで、分からんなと思ったら、まあ、6月中旬ぐらい、はい、がいいかなと思います。はい。だから早すぎるとどうなる？早すぎると葉っぱが長くなります。まあ、盆栽によってはあんまり葉っぱが長すぎるのは美しくない場合があるんで、まあそういうとこ問題あるんですけど、ちょっとまあ気持ち早めが最近暑いからいいのかなっていう、はい、で天候は影響するっていうところしますかっていうんでしますと、はい、すごく夏がね暑いんで。ただ雪国とかの夏はねどうなのかなっていうところはあるんですけど、天候は影響します言い切らない方がいい、すると思います、とりあえず。はい、とにかく最近はもう最高気温が夏おかしいんでね。はい、ではい、次3番目、切り方の基本ですね。はい、どこを切ればいいという、はい、これちょっとやってみようと思います。これね、うちの畑の枝を切ってきたんですけど、しっかり芽が伸びて、まあ、分かりやすいなと思って、これ枝が一昨年の枝、これが去年の枝で、このろうそくみたいなのが今年の春出た芽ですね。はい、これが盆栽だと思ってくださいね。芽切りの対象の芽だと、この下のこの葉っぱは去年の葉っぱなんです。この葉っぱが生えてるとこよりちょっと上、こんな感じ、こんな感じ。まあ盆栽の芽はねこんないっぱいねドバドバ生えてないと思うんですけど、大体まあ生えててもこんな感じで、この去年の境目にちょっと上ぐらい、芽が下の方でちょっと残るのは大丈夫です。こんな感じで切る。もう一回やってみましょう。この葉っぱの境目ちょっと上ね、このまあろうそくみたいなの、まあ、根元よりちょっと上ぐらい、こんな感じで切ってやると、この今去年の葉っぱの付け根あたりに小さい芽がついてくるんで、はい、それが2週間後か3週間後ぐらいかな。はい、これがまあ芽切りの、まあ、どこを切ればいいというねやり方ですね。はい、これね、こういうとこを切ればいいと。はい、でちょっとこれを置いときまして、次ね、全部の芽を切りますかという、まあ、疑問点ですね。まあ、芽切り、まあ大体今みたいな芽が強弱はあれど、まあ普通に生きてる黒松とかだったら芽が伸びてます。で全部の芽を切ってもいい場合もあるんですけど、もう棚がびっちりねしっかり仕上がってる枝の下とかね、結構影になってね、この辺発育が悪かったりするんですよ。であまりにもここの芽が弱かったらここの芽は切らないとかねいう場合はあります。はい、なので全部の芽を切りますか言ったらそうとも限らないという、まあ、しっかり全部の芽が元気だったら全部の芽切ってもいいんですけど、ものすごく弱い芽は切らない方がいいですね。はい、で次、強い芽弱い芽でやり方は変えますかという、まあ、さっきの話にちょっと通じるとこはあるんですけど、まあ、弱い芽は切らない場合があると。でも弱いとはいえ切った方が良さそうな感じの弱さみたいなのもあるんですね。そういう時は例えば弱い芽を6月の1日に切ったとします。6月1日。ほんで強い芽を
もう2週間後の6月の14日に切りますと。だったらその2週間の差が強い目と弱い目とでねちょっと埋まってくるというか、だからまあ今ちょっと言い方がややこしかったんですけど、弱い芽が出てるとか、そもそもずっとね力が弱いんです。そこに栄養が行き渡る力がね。はい、で強い芽のとこはもう日当たりもいいし、もう水分も栄養分もその木の中でよく行くから強い芽なんですよ。そのパッと見た時に切ろうかって思った時にね。で弱い芽を先切って2番目を次先に出さすんですよ。さっきの言い方だったら6月1日にもうスタートを切った感じで、そこからまあ次の芽が出てくるっていう感じでね、で6月14日に強い芽切ったら、その強い芽やけど6月14日も遅れてスタート切るんで、その先に弱い芽が弱いなりでもスタートを切ってるんですね。その後に強いんがだいぶ遅れて14日ぐらい遅れてやっとスタートを切るみたいな。でだんだんこれが最後秋ぐらいになったら同じタイミングでゴールするみたいなねイメージですね。はい、だから弱い芽を先切って強い芽を後から切ったら、まあちょうど秋ぐらいに揃ってくると。もしくはもう弱い芽を切らずに強い芽だけ切るっていう場合もあります。じゃあ次4番目いきますね。芽切り後の管理ということで、葉っぱ、これね芽切りの、作業中にもなるんですけど、葉っぱをどう扱うっていう、これね芽切りする時の前の年の葉っぱってもう結構葉が澄んでるんで、あってもなかってもというとこはあるらしいです。ただ完全に抜いて取ってしまうのはちょっと怖いんで、そのままついた状態で、芽だけ切って、そうですね、ちょっとさっきので言ってみますけど、芽だけ切られた葉っぱね、このまま置いとってもいいんですけど、この長い葉っぱがね、元気な木に限りなんですけど、下の枝のね影になる場合があるんでね、あえてね、こんな感じでね、こうそこそこの長さでね切ってやってもいいです。だったらこう切られた分ね、下の枝、例えばよいしょ、下に枝が、これ下の枝として下に枝があった場合、切られた分日当たりが良くなるんでね。ほんで葉っぱ切られた分、その新芽に行く栄養もね、葉っぱに行くはずだった栄養が次の新芽出る栄養に持っていってくれる場合もあるんで、うち結構ね葉っぱ切ったりするんですよ。はい、切らなくてもいいんですけど、ものすごい元気だったら葉っぱ切るのもありかなと思います。はい、で葉の扱いはそういうことで、芽切り後の肥料はどうすると。芽切りされて栄養分がもう切る前よりちょっとあんまりいらないっていう状態なんで、これ肥料はあんまりやらん方がいいかなと思います。そもそも芽切りしてる時ってすごい暑い時期なんで、最近特に肥料はね暑い時期あんま良くない場合が多いので、そもそも芽切り後の肥料はもうしばらくやらないと。はい、芽を切ったから肥料をやった方がいいっていう考えにはならんでいいです。芽切り後の肥料はやらない。なんなら芽切り前までしっかり肥料をやって元気つけさすっていう方が大事ですね。はい、じゃあ次、芽切り後の水のやり方は変えるべきかという、芽が全部切られた分多少水の吸い込みとか乾き具合がね落ちると思うんで、水やりはちょっと少なめになることが多いかなと思います。で芽切るだけじゃなしに、芽切ると同時にその時にやっぱりねいらない枝とかもついでに切って、剪定作業も多分一緒にすること多いんで、芽切りの時にね。なんでやっぱり枝も減ってたり、葉っぱも切ってたり芽も切ってたりしたら、やっぱ水の吸い込みは悪くなるんで、鈍くなる、水はちょい少なめかなと。とはいえね暑い時期なんでね、その辺難しいのと、芽切りの頃って日本でいうと梅雨の時期なんで、梅雨ってもうずっとね長い雨が続くみたいな。最近ちょっと梅雨の時期でもあんま雨降ってないですけど、
まあとはいえそんな時にわざわざ軒下に入れるまでもないかな。であんまりちょっと心配やったら雨に当てたくないなと思ったら軒下とか入れれるんなら入れてもええかなと、ずっと雨が続くんだったらですけどね。はい。これが大体目切りというとこなんですけども、あと目摘み、ちょっとねこの5番用語レベル差と書いてますけど、目摘みっていう作業もあるんですよ。これまたさっきのこれでねやりますけど、目切りは完全に目を切る。目摘みっていうのはね、春、目切りの時期までにこんだけビューッと伸びちゃったと、仮に盆栽で4月の後半ぐらいにこの状態になっちゃったとなったら、さすがにここ元気良すぎなんで、あんまり元気良すぎて枝が太ったりとかね、なんか荒っぽい枝になるんですね。それをこう指でこんな感じ、途中でちょっとちぎっちゃう、折っちゃう。はい、これでここの勢いがそがれるんで、これで目切りは6月ぐらいだけど、4月とか5月にちょっとこういう目摘みをしといて、改めて6月が来たらこうもうバスッと切っちゃうみたいなね。はい、こんな感じ。目摘みはそういう意味合いで、僕は今みたいな捉え方しとんですけど、目摘みってなんかみんな、あんまりこうやってねガチッとこうですっていう理論があんまり見られないんで、ちょっとふわっとした無理にしなくてもいい作業ではあるんで、これはあんまり気にしなくてもいいですね。ただよく聞く言葉なんで、目切りと目摘みってなんだって思った時は、その目切りの時期の前にちょっとポキッと折るみたいな、で勢いをちょっとそぐようなね、そういうもんだっていうんで、今日ここで覚えてもらえたらなと思います。はい、で最後、プロと初心者の違いはどこに出るというんでね、僕も考えてみたんですけど、大体違いが出るのはやっぱそうですね、その黒松一つあったと、その黒松はこう目切りをそれしてもいいのかどうかの判断と、あと強い目弱い目で弱い目をいつ頃切って強い目をいつ頃切ったらちょうど秋に同じぐらいになるのはいつ頃なんかなって、その判断のところで差は出ますね。切る作業ってもう単にハサミでパチンって切るだけなんで、もう誰でもできるんで、とにかくその判断の差がプロと初心者さんの違いがあるかなと思います。それと最後にね、ちょっとこれ言っとかなっていうとこなんですけど、黒松は目切り6月中旬みたいなんで、全然いいんですけど、赤松と錦松はその黒松と同じぐらいの目の伸びだとしてください。だったら赤松と錦松系はその2週間ぐらい前の方がいいですね。1週間から2週間ぐらいで、ちょっと目切りに弱いんですよ、赤松錦松って。だから黒松と同じぐらいの目の伸びだとしたら、黒松は6月20日ぐらいだけど、赤松は同じ長さですよ、6月10日とかもう6月1日とかぐらいでもいいかもわからない。それぐらいちょっと赤松錦松は早めに切るっていうのを覚えてもらえたらなと思います。とにかくね、絶対やらないといけない作業ではないんで、もう迷ったらやらない、ですね。そうやらなくてってしても葉とか枝がちょっと長くなる程度なんでね、そこ1年ぐらいだったら全然戻せれるんでね、無理にも目切りをやるべきやというのは言われても、しっかり自分の木の状態を見て考えていただけたらなと思います。ちょっと長くなりましたけど、14線とかやっちゃったんでね、長くなりましたけど、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録と高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。今年もね新風会開催いたします。2026年4月25、26土曜日日曜日、場所はここ北谷4000円でやります。
木梨駅 JR 木梨駅がねすぐ近いんで、電車とかでも来れますし、すぐ近くのJA さん JA 高松市西部木梨店さんの駐車場もお借りしてますんで、4、50台は止めれると思います。そちら車の方はねそちら止めることもできます。もうここから徒歩1分ぐらいなんで、来やすいと思います。でメンバーがですね8人に増えました。前7人だったんですけど、また1人増えてねパワーアップしております。飲食ブースもあります。緑色の盆栽ビールとかにもあったりするんで、そんなも楽しみにしてきてもらえたらなと。とにかく8人でねここいっぱいもう物で埋め尽くして、もう1000本以上ぐらいは多分軽く超えると思うんですけど、みんなそれぞれ個性を持った8人なんで、割と若手なんですけど、楽しく皆さんとね、体験コーナーみたいなのもしっかりあります。あとそうそう、オークションあります。毎日1回ずつあります。結構毎回ねいいものをお安く渡してるんで、それも魅力かなと。あとそうそう、3000お買い上げ以上の方は抽選券できます。前回もすごい好評だったんですけど、僕も1本2万円ぐらいの出したかな前回。今回もそれぐらい出そうかなと思ってるんで、そんなんもお楽しみにしてもらえたらなと思います。皆さんのお越しを心よりお待ちしております。